アイデアを形に、頭の中にある想像が実際に手で触れられるものになる。そんな魔法のような体験を可能にするのが、現代の 3D プリント技術です。このガイドでは、デジタルデータという魂が 3D プリンターを通じて物理的な体を得るまでの驚きに満ちた変容の旅をご案内します。3D プリンターの最大の特徴は、材料を一層ずつ積み重ねる積層造形アディティブマニファクチャリングという技術です。従来の製造法が大きな塊から不要な部分を削り取る引き算だったのに対し、3D プリントはゼロから形を構築する足し算のアプローチです。まるで生物が成長するように、あるいはケーキのクリームを塗るように形が作られるため、中が空洞の複雑な構造も一体で作り出すことができます。家庭用 3D プリンターには主に2つの流派があります。一つはプラスチックの糸を溶かして積み上げる FDM 方式熱溶解積層法。材料が安価で扱いやすく、実用的なパーツ製作に向いています。もう一つは液体樹脂に光を当てて固める光造形方式 SLA。表面が非常に滑らかで、緻密なフィギュア製作などに適しています。このガイドでは、初心者の最初の冒険に最適な FDM 方式に焦点を当てて進めていきます。創造の第一歩は、設計図となる 3D データを手に入れることです。方法は2つ。1つは、Fusion 360などのソフトを使って、自らモデリングし、世界に一つだけの形を作り出すこと。もう一つは、メーカーワールドなどのコミュニティサイトから、先人の知恵をダウンロードすることです。これなら、知識がなくてもすぐに高品質な作品を印刷できます。ファイル形式は、一般的に STL や OBJ を使用します。3D データは、あくまで完成図に過ぎません。プリンターを動かすには、詳細な手順書が必要です。ここで活躍するのが、スライサーソフトです。3D モデルを 0.1mm から 0.2mm 程度の薄い輪切りに分解し、ノズルをどの座標へ動かし、何度で材料を出すか、という機械語の命令セット、G コドを生成します。まさに、目的地までのルートマップを作成するナビゲーションシステムのような役割を果たします。スライサーの設定次第で、印刷の仕上がりは大きく変わります。一つ目は、積層ピッチ。層が薄いほど表面は美しくなりますが、時間は長くかかります。二つ目は、サポート材。空中に浮く部分が垂れないよう支える土台で、印刷後に取り除きます。三つ目は、インフィル。モデル内部の充填密度です。材料を節約したいなら低く、強度が必要なら高く設定します。今回の旅の相棒は、家庭用 3D プリンターの常識を塗り替えた、バンブラボ A1 ミニです。最大印刷速度 500mm 毎秒という圧倒的な速さに加え、初心者がつまずきやすい水平調整レベリングを完全に自動化。さらに稼働音も非常に静かで、オプションを使えば最大4色のマルチカラー印刷にも対応しています。プロ品質を誰でも手軽に楽しめる、賢いパートナーです。A1 ミニの準備は驚くほど簡単です。輸送用に固定されているネジやバンドを外す、ロック解除、ノズルを掃除する、ワイパーの取り付け、フィラメントをかける、スプールホルダーの装着など、いくつかのステップを指示通りに進めるだけ。最後に Wi-Fi に接続し、スマホアプリと連携させれば、開封から約20分で準備完了です。FDM 方式の材料は、プラスチックの糸、フィラメントです。最も一般的なのは、トウモロコシ由来で扱いやすい PLA ですが、強度のある鉄粉やゴムのように柔らかい TPU なども選べます。スプールをホルダーにかけ、先端をチューブからツールヘッドへ差し込みます。あとは画面のロードボタンを押すだけで、自動で加熱と送り込みが行われます。いよいよ創造のプロセスが始まります。PC 上のバンブスタジオで、造形開始をクリックすると、データが Wi-Fi 経由でプリンターへ送信されます。印刷が始まる直前、A1 ミニは自動で最終チェックを行います。ベッドの傾きを完璧に補正する、自動レベリングや、高速印刷でも乱れないための、
振動補正を経て、最初の層が描き出されます。G コードの命令に従い、デジタルが物理的な現実へと一筆ずつ描き出されていきます。ツールヘッド内のノズルが約摂氏200度以上に加熱され、溶けたフィラメントを精密に塗り広げます。押し出された樹脂はすぐに冷えて固まり、下の層と融合して一体化します。この数万回にも及ぶ、加熱、描画、降下、上昇の繰り返しによって、何もない空間に徐々に形が生まれていくのです。ついにアイデアが物理的な形を得ました。印刷が終わったら、まずはヒートベッドが冷めるのを待ちます。プレートは磁石式で簡単に取り外せ、軽くしならせるだけで造形物がポキッと剥がれます。必要に応じて、サポート材をニッパーで取り除き、ヤスリで表面を整えれば完成です。おめでとうございます。あなたのアイデアが今ここに誕生しました。最初に、バンブーラボ A1 ミンの電源の入れ方について説明します。本体の後ろ側の部分に電源スイッチがありますので、それをオンにします。しばらくすると、ディスプレイが表示され、起動音が鳴ります。次にフィラメントの装填について説明します。フィラメントを PTFE チューブに挿入し、それ以上前に進めなくなるまでツールヘッドに押し込みます。フィラメントが最後まで到達すると画面に緑のマークが表示されます。次に、プリンター画面でロードボタンをタッチします。すると、このような画面が表示されノズルの加熱が始まります。加熱が終わったら、新しいフィラメントを送り込むのチェックが入り電子音が鳴りますので、フィラメントをさらに押し込みます。すると、まだ押し出されていない。再試行とフィラメント押し出できた。続行が表示されます。ノズルの状態を確認し、どちらかを選択します。今回はまだフィラメントがノズルから出ていなかったので、再試行します。フィラメントがノズルより出たので続行をします。これでフィラメントが装填されたので、次に古いフィラメントの排出が行われ、フィラメントのロードが完成します。画面にロード完了が表示されたら、これをタッチしてフィラメント装填完了です。次は、フィラメントの取り除きについて説明します。画面よりフィラメントを選択します。次にアンロードボタンをタッチします。すると、ノズルの加熱が始まります。ノズルの加熱が終了したら、ヘッドが移動しフィラメントの切断が自動的に行われます。このように、フィラメントカッターを押す動作が行われます。これでフィラメントが切れましたので、手動でフィラメントを取り除きます。そして、画面にはアンロード完了が表示されますので、タッチしておきます。次に、SD カードについて説明します。SD カードはプリンターの右側面に、スロットルが設置されています。SD カードを取り扱うには、画面より設定をタッチし SD カードを選択します。すると、このように SD カードの使用量、フォーマット、取り外しのボタンが表示されます。SD カードを安全に取り外すには、こちらの SD カード取り外しボタンをタッチします。すると、このような画面が出ますので、もう一度取り外しボタンをタッチしましょう。そして SD カードを少し押し込むと、SD カードが外に出ますので、これを取り除きます。SD カードの装着は、接点部分が上になるようにして、スロットルに差し込みます。次は、SD カードのフォーマットについて説明します。フォーマットボタンを押すと、もう一度、
フォーマットボタンが表示されますので、これをタッチします。すると、フォーマットが開始されます。フォーマットが完了すると、先ほどの残容量画面が表示され、これで完成です。次は SD カードのファイルより印刷を行う手順について説明します。画面よりファイルを選択すると、SD カード内のプリントデータが表示されますので、この中より選択を行います。そして、造形ボタンを押すと印刷が開始されます。これで印刷が完了です。冒険にトラブルはつきものですが、原因を知れば恐れることはありません。例えば、樹脂がベッドに定着せず面のようになる、スパゲッティ現象は、ベッドの汚れや水平のズレが主な原因です。モデル間に細い糸が残る、糸引きや、底の角が浮き上がる、反りなども、温度設定やスライサーの調整で解決できます。失敗を恐れず挑戦することが、優れたクリエイターへの近道です。3D プリントを楽しむ上で、他社の作品への敬意を忘れてはいけません。個人や家庭内で楽しむための印刷は、私的複製として認められていますが、他人のデザインを無断でデータ化したり、ダウンロードしたものを著作者の許可なく販売、配布したりすることは著作権侵害となります。ライセンス条件を確認し、テクノロジーを正しく使うことで、創造の輪を広げていきましょう。このガイドを読み終えたあなたは、もう初心者ではありません。アイデアを形に変えるための地図とコンパスを手にしています。まずは既存のデータをプリントして感動を味わい、次に生営利のチャームを自作し、さらには新しい素材にも挑戦してみてください。世界は、あなたのアイデアが形になるのを待っています。創造の旅は、今始まったばかりです。